今日は非二元でよく出てくる私がいないという言葉についてじっくり話していこうと思います。初めて聞くと、え、私がいないってどういうこと？世界が全部消えるってこと？虚無になる気がする。と不安がふっと出ることがあります。今日はなぜ私がいないと聞くと虚無っぽく感じるのか、それでも世界は何一つ消えないのはなぜか、ここを構造から一緒に見ていきます。私たちは生まれた瞬間から感じる、見る、聞く、匂う、味わう、思う、そんな6つの働きの流れの中で世界を知り始めます。この時点ではまだ私という感覚はありません。ただ世界がそのまま起きているだけです。それが成長していくにつれ、体験の中心に私がいるように感じ始めます。私が見る、私が聞く、私が考える、私が選んでいる。私を中心とする世界が日常の当たり前になるんです。だからこそ、私がいないと聞くと、世界が丸ごと崩れるように感じてしまう。これは私中心という前提が揺れた時に自然に起きる反応なんです。そしてもう一つ、不安が強くなる別の理由があります。それは私たちが世界だと思っているものが本当にこの世界そのものなのかどうか。ここに少しズレが生まれている場合があるんです。では、その認識の仕組みを次の章で見ていきます。人間は普通、世界をありのままに認識できていると思って過ごしています。でも実は、私たちが見ている世界はすべて五感と思考という限られた装置の中でしか成立していません。例えば動物を見ても感じている世界は人間とは全く違います。コウモリは人間には聞こえない超音波で空間を見ていて、象は人間には届かない低い振動で仲間とやりとりしています。そして猫は人間とは違う色や動きの世界を見ています。同じ部屋にいても生き物が違えば世界そのものが違うんです。つまり私たちがこれが世界だと思っているものは世界全体から見ればごくごく一部なんです。ここを誤解していると、私がいないと聞いた瞬間、自分が知っている世界が全部消えるように感じてしまう。でも実際に消えるのは人間がそうだと思い込んでいた世界の見え方だけなんです。私たちが普段世界と呼んでいるものは五感と思考で作られた人間仕様の世界であって、それがそのまま世界そのものというわけではありません。ほどけていくのは人間側の解釈や中心づけが作り出していた世界観の方であって、出来事としての世界はそのまま起き続けています。つまり、私がいないとは何か。それは人間が無意識に中心にしていた感覚がほどけていくこと。前の章で見たように、ほどけていくのは世界そのものではなく、私を基準に見ていた側の世界観の方です。中心が薄れても、音や風や光はそのまま起き続けています。むしろ
私というフィルターが薄れる分だけ世界が広がったように感じられることすらあります。悟った人が見ているのは、私たちが普段使っている五感、思考、主語、言葉の枠組み、そういった認識の制限を超えた世界です。だから、虚無、無意味、全部消えるという感覚とは全く違う。むしろ制限が外れた分だけ世界が静かに広がっていく。私がいないとは世界の否定ではなく、世界の本来の広さがそのまま立ち上がるだけなんです。今日のまとめです。人間は私中心の世界を前提に生きている。だから私がいないと聞くと不安になる。でも人間の認識している世界はごく一部。私がいないとは中心がほどけるだけで世界は何も消えない。むしろ世界は人間の認識を超えてずっとずっと広い。私がいないという言葉は虚無でも否定でも怖いものでもありません。ただ人間の認識の外側に最初から広がっていた世界があるというだけなんです。本日も最後まで見てくださりありがとうございます。このチャンネルでは非二元やブッダの言葉をゆるっとお伝えしております。コメントや感想すごく励みになります。また気軽に遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。